16世紀の戦国時代、日本の歴史に大きな影響を与えた武将、織田信長の名言をご紹介します。信長は戦術的な天才であり、革新的なリーダーとしても知られています。彼の言葉には、戦国の乱世を生き抜いたリーダーシップと、現代にも通ずる洞察が詰まっています。彼から発せられた言葉や、彼が引用した言葉、そして彼を象徴する後世が残した言葉たちから、私たちの人生やビジネス、成功に向けた貴重なヒントを得ることができるでしょう。それでは、織田信長の名言の世界へと一緒に旅していきましょう。是非に及ばず。信長が本能寺の変で明智光秀の謀反を知った際に放ったものとされています。意味としては、仕方がない、避けられないというニュアンスを持ち、冷静に状況を受け入れ、次の行動を決断することが重要であると捉えられます。天下布武。信長が天下統一を目指して掲げたスローガン、武力をもって日本全土に統治を広げようとする信念を示しています。目標に向かって強い意志と行動力を持つことの重要性を教えています。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。これは信長の性格を表す有名な俳句。ホトトギスが泣かないなら殺してしまうという過激な比喩で、信長の厳しい決断力を表現しています。結果を出すためには、時には厳しい選択も必要であることを示唆しています。勇気は一瞬、後悔は一生。信長は、決断の瞬間に勇気を持つことの重要性を強調しました。後悔を避けるためには、勇気を持って行動することが不可欠です。一歩踏み出す勇気が将来の後悔を防ぐことにつながるという教えです。百聞は一見にしかず。織田信長は、自らの目で見て確認することを大切にしていたそうです。体験を通じた理解が最も信頼できる方法だという考えです。実際に行動し、自らの目で確かめることで本質的な理解が得られます。道は一つ、まっすぐ進むべし。信長は目標に向かってぶれずに突き進むことの大切さを強調しました。自己の信念を貫き通す姿勢を示しています。自分の目標に向かって信念を持って進むことが重要です。大事なことはやってみることだ。信長は何事もまずは行動に移すことが成功の鍵であると説いています。リスクを恐れず挑戦する姿勢が反映されています。成功するためには最初の一歩を踏み出す勇気が必要です。戦の極意は常に先手を取ることにある。相手よりも早く動くことで主導権を握り、勝利に導く信長の戦術が現れています。先を見越した行動が大切だという教えです。迅速に行動することが成功につながります。夢を見ることは時に実現への第一歩である。信長は夢を持つことが成功への出発点であると強調しました。ビジョンを描き、それを実現するために行動する姿勢が重要であり、成功への第一歩です。敵を知り、己を知れば、百戦危うからず。これは孫子の標法から引用されたともされていますが、信長もこの考えを重視していました。信長は戦いに勝つためには自分自身と敵の両方を理解することが重要だと説きました。これは準備と洞察力の大切さを強調しています。相手の動きだけではなく、自分の強みと弱みを知ることが成功への鍵です。勝つために戦うのではなく、
勝つために準備する。信長は、勝つためには事前の準備が鍵であると説きました。戦いに入る前の周到な計画と準備が勝利を確実にする要素だと考えました。準備を怠らず、万全の体制で物事に挑むことが重要です。敵が大勢であろうとも、一歩も退かずに前進する。信長は、敵が多くても恐れずに進むべきだと説いています。困難に直面しても決して後退せず前に進む強さが大切だと教えています。困難に屈せず前進し続けることで道が開けます。攻めることを最も喜ぶ。信長は攻撃こそが勝利への最短の道だと考えました。常に主導権を握り、積極的な行動で相手を圧倒する姿勢を示しています。先手を取ることでチャンスを作り出すことができます。人を見て法を解け。信長は相手の性格や状況に応じたアプローチが重要であると考えていました。相手に合わせた適切な対応が成功につながるという教えです。状況や相手に応じた対応が良い結果をもたらします。負けて勝つ。信長は一度の敗北を恐れず、最終的な勝利を目指して行動することが重要だと考えていました。失敗を受け入れ、学び、それを糧にする姿勢が大切です。私たちにとって失敗を意味のあるものに変える教訓です。決断の時は今、この瞬間だ。信長は決断を先延ばしにすることなく、その瞬間に決めることの重要性を説きました。機を逃さず、即断即決の姿勢が大切です。チャンスは一瞬。即座に行動することが成功の鍵となります。弓は弦を張りすぎると折れる。信長は物事には適度な緊張感が必要だと説きました。無理をしすぎると破綻するという教訓が含まれています。心身のバランスを保ちながら適度な緊張感を持つことが大切です。敵を侮らず、己をおごらず。信長は敵を軽視せず、自分に対してもおごらないことの重要性を説いています。謙虚さと警戒心を持つことが勝利への道だと信じていたのです。相手を軽視せず、常に謙虚な姿勢で物事に取り組むことの重要性を感じられます。弱きを助け、強きをくじく。信長は公平さと正義を重んじ、強者が弱者を虐げることを許しませんでした。強者に屈せず、正義を貫く姿勢で、真の強さが生まれるという学びにつなげることができます。部下の意見を尊重しつつ、自分の判断を優先する。信長は、部下の意見を尊重しつつも、最終的な判断はリーダー自身が行うべきだと説きました。リーダーの決断力が求められる場面での指針です。他者の意見を聞きながらも最終的な決断を行うことでリーダーとしてのあり方を示すことができるという教訓です。長篠の戦いの準備では、奇策ではなく確実に勝てる計画を立てよ。これは長篠の戦いの際に信長が強調した言葉です。勝利を確実にするためには、奇抜な戦略よりも確実な計画が重要だと考えていました。これは現実的で計画的な戦術を重視する信長の考え方を示しています。大胆さよりも慎重かつ確実な準備が成功の鍵です。我、天下を取るは、決して欲にあらず。信長は天下統一を私欲ではなく、国や
民のための大義で行動したと主張しています。公のために働く姿勢を示しています。自己利益ではなく、他者や社会のために行動することが重要であると学び取れます。他者や社会のために行動することが重要であると学び取れます。虎穴に入らずんば、孤児を消す。信長はこの言葉を念頭に置いた行動を多くとったとされています。リスクを恐れずに挑戦することでこそ大きな成功を手に入れることができると考えていました。リスクを避けては真の成果を得ることはできないことを思い出させてくれます。時は金なり。信長は時間を無駄にすることなく効率的に使うことが成功の鍵であると説いています。迅速に行動することの重要性が示されています。時間を大切にし、無駄にせず行動することで結果につながります。先見の明を持て。そして決して遅れるな。信長は未来を見据えた計画を持つことと、それに対して迅速に行動することの重要性を説いています。彼の先見性と行動力がいかに大切かを示しており、戦国時代のリーダーとしての資質を象徴する言葉です。未来への洞察と迅速の行動が成功の鍵であるとの教訓です。己を知り、相手を知れば、百戦危うからず。これは孫子の標法の一節としても知られていますが、信長もこの考えを重視していました。自分自身と相手をよく理解すれば、どんな戦いでも勝利できると考えていました。自己分析と洞察力の重要性を強調しています。勝って兜の尾を締めよ。信長は勝利した後こそ油断せず、次の戦いに備えることが大切だと教えています。慎重さと準備の大切さが現れています。成功した後こそさらに慎重に行動することで大きな失敗や後悔を防ぐことができます。法をもって国を治める。信長は法治主義を重視し、公平なルールで国を治めることの重要性を説いていました。国家を治めるには法を重んじ、公平なルールに基づく統治が長期的な成功をもたらします。一度決めたことは必ずやり通せ。信長は一度決めたことは絶対に諦めずにやり遂げることの重要性を強調しました。彼の不屈の精神と忍耐力を表しており、どんな困難にも立ち向かう姿勢を示しています。決断力と実行力の重要性が現れています。敵を侮るなかれ、味方を信じよ。敵を軽視せず、味方を信頼することの大切さを説いた名言です。信長は部下を信じ、共に戦う仲間を信頼することの重要性を理解していました。敵を軽く見ることなく、同時に味方を信頼することが重要だと説いています。謙虚さと信頼のバランスが必要です。人は城、人は石垣、人は堀。この名言は、信長が人材の重要性を説いた言葉です。彼は城や城壁などの防御施設よりも優れた人材こそが真の防御力であると考えていました。この考えは人材を重視し、適材適所に人を配置することの重要性を示しています。引き際を知る。信長は戦いにおいて勝利を追い求めるだけではなく、適切な時期に撤退する判断も重要だと考えていました。この言葉は、勝つだけではなく、無駄な戦いを避けるために適切なタイミングで撤退することもリーダーシップの一環であると示しています。努力は夢の道しるべ。信長は
努力を続けることが夢を叶えるための唯一の方法だと説いていました。この言葉は信長の粘り強さと不屈の精神を反映しています。目標に向かって継続的に努力することが夢を実現する鍵です。強者を求めるより弱者を助けよ。信長は強い者と手を組むよりも弱者を助けることに価値があると考えていました。これは彼の公平な精神と正義感を表しています。強さは弱者を助けることで生まれてくると感じさせられる言葉です。戦いに勝つには相手より先に動け。信長は戦いにおいて相手より先に行動し、主導権を握ることが最も重要だと考えていました。迅速な行動の重要性を強調しています。先手を打つことで勝利への道が開かれます。己の手で未来を切り開け。信長は運命を他人に任せるのではなく、自らの行動によって未来を切り開くべきだと説きました。彼の強い自立心と行動力を表すこの言葉は、どんな状況でも他人に頼らず、自らの力で未来を築くことを重視していました。念頭に置くべき価値のある名言です。時を制する者が天下を制す。信長は、時間の管理が天下統一に不可欠であり、状況に応じた迅速な判断と行動が勝利を決定づけると信じていました。時間を制することが成功を収めるための重要な要素です。大事をなす者は生死にとらわれるべからず。信長は大きな目標を達成するためには細かいことにこだわらず、広い視野で物事を見なければならないと説いています。これは彼の対極的な視点と目的思考の強さを反映しています。大きな目標を達成するためには細部にこだわりすぎず、全体を見渡す視野が重要です。戦いは勝つよりも負けることを恐れずに進めべし。これは勝利への恐れよりも挑戦する勇気を持つことの重要性を説いた言葉です。信長は失敗を恐れずに果敢に行動することが新しい道を切り開くと考えていました。失敗を恐れず挑戦し続けることで大きな成功が得られます。万事において備えを欠くべからず。信長はすべての物事において事前の準備が必要であると考えていました。戦いに限らず日常の生活や計画においても準備が成功を左右すると信じていました。事前の準備が成功を収めるための最も大切な要素です。戦いに勝つのは敵の意表をつくことだ。信長は戦いにおいて相手の予想を超える動きをすることが勝利の鍵であると考えていました。信長の多くの戦いが相手の意表をつくものであったことを考えると、彼の戦略的な思考がわかります。驚きを与えることで相手の準備を崩し、勝利を得ることができます。大胆にして細心たれ。信長は大胆な行動をとる一方で、その行動の結果を詳細に考え抜くことを大切にしていました。大胆さと慎重さを両立させることで、彼は多くの戦で成功を収めました。大きな行動を起こす際も細部に注意を払い、バランスを取ることの重要性を強調しています。信頼は力なり。この言葉は、信頼関係が組織の力を強化するという信長の考えを表しています。部下の信頼を得ることで、組織全体の力が増すという教えです。組織の力を強化する上で、信頼関係は重要な鍵となることを教えてくれます。
過去に学び、未来を見据えよ。信長は過去の経験から学び、それを未来の行動に反映させることの重要性を説いていました。彼の戦略は過去の失敗から学んで進化し続けました。未来志向と学びの重要性を示しています。己の限界を知り、それを超えよ。信長は自分自身の限界を理解し、それを超える努力をすることが成長の鍵であると考えていました。これは挑戦することの重要性と自己改善の姿勢を強調しています。自己改善を取り入れようと考えさせてくれる名言です。時を知り、人を知り、己を知る。信長が戦術において状況判断を重視していたことを示しています。信長は戦いにおいて適切な時期を見極めること、相手の動きを知ること、そして自分の状況をよく知ることが重要であると考えていました。バランスの取れたリーダーシップの教訓とすることができるでしょ今を生きる者には、今の知恵が必要だ。信長は時代に応じた知識や知恵を持つことの重要性を説いています。過去のやり方にとらわれず、常に新しい方法やアイデアを取り入れることが大切だという教えです。革新性の重要性が強調されています。敵の動きを先読みせよ。ただし、己の動きは悟られるな。この言葉は、戦いにおける情報戦の重要性を強調しています。信長は相手の動きを常に先読みし、同時に自分の意図を相手に読まれないようにすることを重視していました。情報戦の重要性が現れています。相手の行動を予測し、自分の意図を隠すことで優位に立つことができます。我が道を行け、他人の道を行くでからず。信長は自分の信念や方針に従って行動することの重要性を強調しました。彼は他人のやり方に流されることなく、自らの道を貫くことを重視していました。独立心の大切さを示しており、他人に惑わされず、自分の道を進むことが成功の鍵であると気づかされます。小事をおろそかにする者は、大事をなすことなし。小さなことをおろそかにしないことの重要性を説いています。信長は細部にこだわることで大きな成功を収めることができると信じていました。彼の慎重さと計画性を反映する名言です。小さなことをおろそかにせず、細部に注意を払うことが成功への道に不可欠であると学ぶことができます。勝つためには、時には退く勇気も必要である。信長は、すべての戦いで勝つことが重要なのではなく、勝つためには時に退くことも必要だと考えていました。この名言は、信長が戦略的撤退の重要性を理解していたことを示しています。適切なタイミングで撤退することで、次の戦いでの勝機を確保することを重視しました。勝つためには、時には退くことも重要な選択肢です。大きな野望を抱き、平常心を保て。信長は、どれほど大きな目標や野望を持っていても、平常心を保つことの重要性を説いています。彼は冷静で居続けることで、より良い判断と戦略を立てることができると考えていました。これは彼の冷静さと戦術的な判断力を強調しています。敵は内にあり。信長は外敵よりも内部の不和や裏切りが組織にとって大きな脅威であると考えていました。この名言は内部の団結と信頼の重要性を示しています。内部の問題を軽視せず、常に組織内の結束を強化することを意識することの重要性を学ぶことができます。
敵を討つには、まず、己を討て。信長は、他者に勝つためには、まず自己の弱点を克服する必要があると考えていました。これは自己反省と自己改善の重要性を強調する言葉です。自己改善の重要性を強調しています。乱世は、知のある者にのみ制すべし。混乱した時代を生き抜くためには、知恵と判断力が必要であることを説いています。信長は、知識と洞察力を持つことがリーダーシップの鍵であると信じていました。これは彼の先見の明と戦略的思考を示しています。知識を知恵に昇華し、冷静に判断することが変化の激しい乱世を生き抜く鍵となるでしょ一国を惜しめ。う。信長は時間を無駄にしないことの重要性を強調していました。彼は常に迅速に行動し、時を無駄にしないことで多くの成果を上げました。迅速な行動と計画性の重要性を示しており、一国一国を大切にし、時間を有効に使うことの意味を考えさせられます。誠を尽くして人を動かせ。信長は誠意を持って他人に接することで、他人の心を動かし、信頼を得ることができると考えていました。誠実さとリーダーシップの重要性が示されています。進むも引くも、時に任せよ。状況に応じて柔軟に行動することの重要性を説いた言葉です。信長は、時に応じて戦略を変更する柔軟性がリーダーにとって重要であると信じていました。タイミングの重要性が強調されており、状況に応じて適切な行動をとることの深みを感じることができます。己を知らざれば、戦いに勝つことなし。信長は自己認識の重要性を説いていました。自分の能力や限界を理解しない者は戦いに勝つことができないと考えていました。自己認識と自己改善の大切さを示しています。自己の強みと弱みを知ることが勝利をもたらすことでしょう。必ず、勝つまで戦え。信長は途中で諦めることなく最後まで戦い抜くことの重要性を強調していました。この名言は彼の粘り強さと不屈の精神を反映しています。最後まで諦めず戦うことは成功をつかむために最も重要視されるべきことだと学べます。